ゆっくり解説。映画「ショーシャンクの空にネタバレ徹底解説」。希望の物語を深掘り。皆さん、こんにちは。今日は映画ショーシャンクの空にについて、徹底的に解説していきます。この映画、1994年に公開されてから今でも多くの人に愛されている名作だな。自由、希望、友情というテーマが色濃く描かれていて、どんな困難に直面しても希望を持ち続けることが大切だって教えてくれるんだ。そうだね。実際、この映画が語り継がれている理由は何なんだろう？それはやっぱり、登場人物の成長と物語の深さだな。特に主人公アンディの不屈の精神には心打たれる人が多いと思うよ。でも、注意してほしいのは、今回はネタバレありで解説していくってことだね。まだ映画を見ていない人にはちょっと辛いかもしれないけど、見たことがある人にとっては、改めて新たな発見があるかもしれないよ。そうだな、映画の真相まで掘り下げて解説するから、最後まで楽しんでくれよな。ショーシャンクの空にの本当の魅力、みんなで一緒に見ていこう。それでは、早速、物語の始まりから見ていこうか。物語の始まりと絶望。ショーシャンク刑務所への投獄。主人公アンリ、ユフレイン、無実の罪でショーシャンクへ。さて、ここから物語は大きく動き出すぜ。今日の主役はアンディ・デュフレイン。彼は1947年、才能あふれる若き銀行家として登場する。成功を収め、絵に描いたような人生を送っているように見えたんだ。銀行家さんなんだ。華やかな世界の住人だったんだね。それがどうして？ある日突然、彼の人生は暗転する。妻とその愛人が何者かに殺害されるという悲劇に見舞われるんだ。そして、その容疑者として逮捕されてしまうのが、なんとアンディ本人だったんだぜ。まさか、そんなことってあるの？でも、奥さんと愛人を。そうなんだ。しかし、裁判では状況証拠ばかりが積み重ねられ、明確な物的証拠がないにもかかわらず、彼は有罪とされてしまうんだ。弁護も虚しく、下された判決は2つの終身刑。つまり、一生刑務所から出られないってことだ。状況証拠だけで一生刑務所なんて、あまりにも理不尽だよ。本当にアンディはやってないの？映画の中では、彼は一貫して自らの無実を主張し続けている。見ている私たちも、彼の表情や態度から、彼の言葉が真実であるように感じられるんだ。だが、社会は彼を信じなかった。そして、この絶望的な状況が、彼を悪名高きショーシャンク刑務所へと送り込むことになるんだ。希望も何もかも奪われた、どん底の場所へとな。ここから、彼の長く過酷な刑務所生活が始まるんだぜ。ショーシャンク刑務所の過酷な日常と理不尽な暴力。さて、無実の罪でショーシャンク刑務所に送られてしまったアンディだが、ここでの生活は想像を絶するものだったぜ。ショーシャンクは、まさに人間の尊厳が剥ぎ取られる場所。規律は厳しく、監視たちは横暴。暴力と絶望が支配する世界なんだ。うわぁ。聞いているだけで怖いところだね。どんな毎日だったんだろう？入所したばかりの囚人は、まず歓迎と称される凄惨なリンチを受ける。そして、日常的に理不尽な暴力が横行していた。特に、刑務所内で力を持つ囚人のグループ、通称シスターズによる性的暴行は、新人囚人にとって最大の脅威だったんだ。シスターズ。名前とは裏腹に、なんて恐ろしい人たちなんだろう。アンディもそんな目にあったの？アンディも例外ではなかった。銀行家だった彼にとって、ショーシャンクの環境はあまりにもかけ離れていて、慣れるのに必死だったはずだ。特にシスターズのリーダー格であるボグズとその一味からは、執拗な嫌がらせや暴行を受け続けたんだ。聞いてるだけで胸が痛むよ。アンディは、そんな暴力に対してどうしたの？反撃したの？当初、彼は抵抗しようとしたが、多勢に無勢で返り討ちにあってしまう。監視たちも見て見ぬふりか、むしろ面白がっているような始末だ。刑務所の中では、正義なんてものは存在しないに等しいんだ。アンディは、何度もシスターズからの暴力に苦しめられた。肉体的にも精神的にも追い詰められていくんだ。そんな状況で、
どうやって生きていけたんだろう。希望なんて見出せそうにないね。ああ、まさに絶望の淵だ。しかし、アンディはただ耐え忍ぶだけではなかった。この過酷な環境の中で、彼は内に秘めた強さを見せ始めるんだ。それは、すぐに形となって現れるわけではないが、確実に彼の心の中で育まれていくんだぜ。次に話すレッドとの出会いも、その大きな一歩となるんだ。レッドとの出会い、友情の芽生えと調達屋の役割。ショーシャンクでの過酷な生活が続く中、アンディにとって一条の光となる出会いがあったんだ。それが、モーガン・フリーマン演じるヘイウッドことレッドだぜ。レッド？どんな人なの？アンディの味方になってくれたの？ああ、レッドは刑務所の中ではちょっとした有名人だった。彼は通称調達屋と呼ばれていて、金さえ払えば、刑務所内では手に入らないようなものでも何でも調達できる男だったんだ。タバコから、ちょっとした道具までな。へえ、刑務所の中の何でも屋さんか。面白い人もいるんだね。アンディはレッドに何を頼んだの？アンディは刑務所に入ってすぐの頃、レッドに声をかけたんだ。そして、あるものを頼むんだが、それがちょっと変わっていてな。地質調査用の小さなロックハンマーだったんだぜ。ロックハンマー？石を砕く道具？刑務所でそんなもの頼むなんて、何に使うんだろう？脱獄に使うつもりだったの？最初はレッドもそう疑ったらしいんだが、アンディはただ石を削るのが趣味だと説明したんだ。レッドは半信半疑だったが、報酬のために引き受けた。そして、アンディにロックハンマーを調達してやったんだ。石を削る趣味。過酷な刑務所の中で、そんなこと考えるなんてすごいね。そうだろう？この、一見すると地味な要求と、それに応えたレッド。このやりとりが、二人の間に奇妙なつながりを生んだんだ。そして、アンディがレッドに様々な物品の調達を依頼していくうちに、少しずつ二人の間に友情が芽生えていくんだぜ。ショーシャンクのような閉鎖された、人間関係が希薄な場所で、レッドとの友情はアンディにとってどれだけ大きな支えになったことか。この友情が、その後のアンディの刑務所生活、そして彼の計画に深く関わってくることになるんだ。希望を紡ぐ日々、アンディの不屈の精神とささやかな抵抗。図書室の拡充と囚人たちへの教育、知性と希望の光。ショーシャンクの絶望的な環境の中でも、アンディは決して希望を捨てなかった。彼は自らの境遇を受け入れつつも、ささやかな抵抗、そして未来への希望を紡ぎ始めるんだぜ。ささやかな抵抗？刑務所の中でどうやって？やっぱり脱獄の準備とか？いや、それだけじゃないんだ。アンディが着目したのは、刑務所の図書室だった。当時のショーシャンクの図書室は、それはもうひどいありさまでな。本はボロボロで数も少なく、まともに使える代物じゃなかったんだ。そんなんじゃ、誰も利用しないよね。そこでアンディは立ち上がったんだ。彼は州議会に手紙を書き始めた。刑務所の図書室を拡充するための予算を要求する手紙を、それはもう根気強く、毎週欠かさず送り続けたんだぜ。毎週？何年も続けたの？すごい根気だね。でも、そんな手紙、相手にされるのかな？普通なら無視されるだろうな。だが、アンディは諦めなかった。そして、なんと数年後、州議会から少額だが予算が下りて、さらには大量の古本や教材が寄付されてきたんだ。本当に、手紙の効果があったんだ。ああ、これはアンディの不屈の精神が勝ち取った小さな勝利だった。彼はその予算と寄付された本を使って、図書室を少しずつ充実させていく。そして、いつしか彼自身が刑務所の専属図書係になったんだ。アンディが図書係か。なんだか似合うかも。図書室が使える場所になったことで、囚人たちの中にも変化が現れ始めた。本を読むことで、彼らはショーシャンクの外の世界を知り、知識を得て、そして何より、希望を持つことができるようになったんだ。アンディは、単に本を貸し出すだけでなく、囚人たちに読み書きを教えたり、高校卒業資格 GED の取得を支援したりもしたんだぜ。読み書きを教えるなんて。アンディは先生みたいだね。そうだ。彼は囚人たちに教育の機会を与え、知性の光を灯したんだ。それは、
刑務所という閉鎖された世界にあって、彼らが人間らしさを保ち、未来に目を向けるための、非常に重要な希望の源となったんだぜ。アンディのこの活動は、ショーシャンクにおける彼の立場を確固たるものにしていく、重要な一歩でもあったんだ。所長の不正利用とアンディの巧妙な駆け引き。図書室の拡充で、アンディは囚人たちからの信頼を得ていったんだが、彼の銀行家としての知識が、思わぬ形で彼自身の状況を変えることになるんだぜ。銀行家としての知識？刑務所でそんなの役に立つの？これが大いに役立つんだ。ショーシャンク刑務所の所長、サミュエル・ノートンは、表向きは厳格で敬虔な人物を装っていたが、裏では悪どい不正を働いていたんだ。囚人たちを安価な労働力として外部に貸し出し、その利益を私腹を肥やすために利用していたんだぜ。囚人を使ってそんな悪いことしてたの？ひどい所長だ。ある時、アンディは看守の一人の遺産相続に関する税金の問題について、的確なアドバイスをしたんだ。その話が所長の耳に入り、アンディの金融知識が所長の不正にとって非常に都合が良いと気づくんだ。なるほど、アンディの知識を利用しようってわけだね。そうなんだ。ノートン所長はアンディを呼び出し、自分の不正な金の洗浄、つまり汚い金をきれいな金に見せかける手伝いをさせ始めるんだ。アンディは刑務所内に事務所を与えられ、所長だけでなく、他の看守たちの資産運用や税金対策まで任されるようになるんだぜ。囚人なのに、所長の個人的な仕事を手伝うなんて、変な話だね。アンディは断れなかったの？断ることはできたかもしれないが、それは賢明な選択ではなかっただろうな。所長に逆らえば、どんな報復を受けるかわからない。だが、アンディは単に利用されるだけじゃなかった。彼はこの状況を逆手に取ったんだ。逆手に取った？どういうこと？所長の不正を手伝うことで、アンディは刑務所内で特別な地位を得たんだ。他の囚人たちからは一目置かれるようになり、シスターズのような暴力からも守られるようになった。さらに、図書室の活動に関しても、所長からある程度の便宜を図ってもらえるようになったんだ。なるほど。危険な状況だけど、それをうまく利用して自分の安全と活動の自由を確保したんだね。その通りだ。アンディは所長の不正に加担せざるを得なかったが、これは彼にとって生き延びるための、そして内に秘めた計画を進めるための巧妙な駆け引きだったんだ。彼は知性を武器に、ショーシャンクの権力構造の中に入り込み、その中で少しずつ自分の居場所と影響力を確立していったんだぜ。これは、彼の不屈の精神と、状況を冷静に見極める力の表れと言えるだろうな。トミーの登場と冤罪証明の可能性、そして訪れる悲劇。ショーシャンクでの日々に希望を見出し始めていたアンディに、ある時、運命的な出会いが訪れるぜ。それが、新しく刑務所に入ってきた若い囚人、トミー・ウィリアムズだ。トミー？どんな人なの？アンディの味方になってくれるの？トミーはちょっとやんちゃなところもあったが、どこか憎めない青年だった。彼は他の刑務所にいた経験があってな。そこで、なんとアンディの事件について、驚くべき話を聞いていたんだ。驚くべき話？一体どんな話なの？トミーがかつて同じ官房だった男が、アンディの妻と愛人を殺害した犯人だと自慢していたというんだ。つまり、トミーはアンディの無実を証明できる可能性を秘めた、唯一の人物だったんだぜ。本当の犯人が別にいたなんて、じゃあ、トミーの話を聞けば、アンディの無実が証明されて、刑務所から出られるかもしれないってこと？すごい希望だね。そうなんだ。アンディにとって、これは何十年もの絶望を打ち破る、まさに一縷の望みだった。彼はこの事実を知ると、すぐにノートン所長に掛け合った。トミーの話を聞いて、自分の無実を証明するための再審請求をしてほしいと、必死に訴えたんだ。所長も、さすがにこの話を聞いたら協力してくれるよね。アンディを助けてくれるはずだよ。それが、そうはならなかったんだ。ノートン所長は、アンディの無実が証明されることを全く望んでいなかった。アンディが刑務所を出てしまえば、
彼が長年行ってきた悪質な不正行為が世間にバレてしまうことを恐れたんだ。署長はアンディの訴えを冷たく突き放し、再審請求を認めなかった。それどころか、アンディから図書係の仕事を取り上げ、罰として暗く狭い独房に2ヶ月もの間、閉じ込めてしまうんだ。そんな、アンディから希望を奪うなんて、あまりにもひどすぎるよ、ノートン所長。さらに悲劇は重なる。ノートン所長は、アンディに真実を話したトミーに対しても非常な手段を取る。トミーを呼び出すと、口封じのために彼を射殺してしまうんだ。表向きは、脱獄しようとしたから仕方なく撃った、というその理由をつけてな。トミーが、殺されちゃったの。アンディの無実を証明できるはずだったのに、そんな、あまりにも残酷だよ。希望の光が一瞬で絶望の闇に変わった瞬間だった。アンディにとって、無実の証人を失ったこと、そしてそのために若い命が奪われたことは、計り知れないほどの悲しみと怒り、そして深い絶望をもたらしただろう。しかし、皮肉なことに、この極限の絶望が、アンディの心に最後の、そして最も強固な決意を固めさせることになるんだ。ショーシャンクでは、法や正義は通用しない。彼はこの時、長年かけて静かに準備してきたある計画を実行する時が来たと悟ったんだぜ。衝撃のクライマックスと未来へのメッセージ。20年の歳月をかけた緻密な脱獄計画とその実行。トミーを失い、絶望の淵に突き落とされたアンディだったが、彼の心は折れなかった。むしろ、この悲劇が、彼を長年温めてきたある計画の実行へと駆り立てたんだぜ。長年温めてきた計画？やっぱり、脱獄計画のこと？その通りだ。アンディはショーシャンクに収監されてから、たった1日も自由を諦めたことはなかった。そして、レッドから手に入れた地質調査用の小さなロックハンマーを使い、20年もの歳月をかけて、牢獄の壁を掘り続けていたんだ。20年、あの小さなハンマーで壁を掘ってたの？信じられない。そんなこと、誰にも気づかれなかったの？そこでアンディの巧妙さが光るんだ。彼は掘り進めた穴を、部屋に貼った大きなポスターで隠していたんだ。最初はリタ・ヘイワース、次にマリリン・モンロー、そして最後にラクエル・ウェルチと、時代ごとの人気女優のポスターを貼り替えて、監視たちの目を欺き続けたんだぜ。ポスターの下に穴が隠されてたなんて、誰も思わないよね。でも、壁を削る音とか、出た土はどうしてたの？壁を削る音は、日中の工場での騒音や、夜中の雷雨の音に紛れさせたんだ。そして、掘り出した土は、運動の時間にズボンの裾に隠して、中庭で少しずつ巻いていたんだぜ。まさに、塵も積もれば山となる、だな。うわぁ。想像以上の緻密さだね。まさに、気の遠くなるような作業だ。そして、ついに実行の日が来たんだね。ああ、嵐の夜を選んだんだ。激しい雷雨が、アンディが壁を破る音と、汚水管を通る音を完全に消し去ってくれた。彼は掘り抜いた穴から外壁の向こう側へ出て、そこから刑務所の汚水が流れ出る太い排水管へと進んだんだ。汚水管、うげー。考えるだけで嫌になるね。その通りだ。悪臭と汚物にまみれた約500ヤード、約450メートルの排水管の中を、彼は這い進んだんだ。それは、まさに地獄のような道のりだっただろう。だが、その先には自由が待っている。アンディは這い続けた。そして、ついに排水管の終点にたどり着き、そこから外の世界へと這い出したんだ。やったー。ついに自由だね。全身汚水まみれだけど、最高の気分だっただろうな。ああ、雨に打たれながら、両手を広げて天を仰ぐアンディの姿は、まさに長年の苦しみから解放された人間の勝利の象徴だった。20年という途方もない時間をかけて、誰にも気づかれずに、これほどまでに緻密な計画を実行するなんて、アンディの精神力と知性には脱帽するしかないぜ。彼は、ショーシャンクの闇の中から、自らの手で希望をつかみ取ったんだ。明かされる真実と所長の破滅、正義の鉄槌。汚水管を這い出て自由を手にしたアンディは、そのままどこか遠くへ逃げていった。で終わり、じゃないんだぜ。アンディの復讐劇は、ここからが本番だったんだ。
復讐劇？アンディ、何か所長に仕返しでもしたの？ああ、とんでもない仕返しをしてくれたぜ。アンディは脱獄する前に、ノートン所長が長年かけて溜め込んできた不正な金の隠し場所、そしてその金の出所を証明する証拠を、すべて把握していたんだ。どうやって？所長はアンディに自分の不正を手伝わせてたんだもんね。その時に情報を掴んでたの？その通りだ。アンディは所長の不正なマネーロンダリングを手伝う傍ら、密かにその金の流れや隠し口座の情報を記録していたんだ。そして脱獄したその足で、アンディはまず、所長が使っていた偽名ランドール・スティーブンス名義で作った銀行口座から、不正に貯められた大金をすべて引き出したんだ。すごい。所長の不正な金を全部持っていっちゃったんだ。ざまあみろ。それだけじゃない。アンディは次に、所長の不正の証拠となる帳簿や書類を、ニューヨークの主要な新聞社にまとめて郵送したんだ。さらに、警察にも通報した。新聞社に警察。これで所長の悪事が全部バレちゃう。ああ、翌朝、ショーシャンク刑務所は大騒ぎになった。アンディが脱獄したこと、そして所長の不正が白日のもとにさらされたことでな。警察が刑務所に駆けつけ、ノートン所長に逮捕状を突きつけたんだ。ノートン所長、どんな顔してたんだろう。きっと真っ青になって震えてたでしょうね。まさにその通りだ。追い詰められたノートン所長は、観念して逮捕されるかと思いきや、自分の部屋で、自らの頭を撃ち抜いて自殺を図ったんだ。ハドリー主任看守も不正に加担していた罪で逮捕された。自殺？でも、自業自得だよ。アンディから希望を奪って、トミーまで殺したんだもん。その通りだ。アンディが20年かけて準備し、実行したこの計画は、単なる脱獄じゃなかった。それは、ショーシャンクにはびこる腐敗と権力への、そして自らの冤罪に対する、アンディなりの正義の鉄槌だったんだ。彼は暴力ではなく、知性と忍耐力、そして周到な計画によって、悪党たちに鉄槌を下したんだぜ。これはまさに、ショーシャンク刑務所の歴史における、最も衝撃的で、最も痛快な幕切れだったと言えるだろうな。ジワタネホでの再会、希望は良いものだという普及のメッセージ。アンディの壮大な計画と、ノートン所長の破滅から数年後、ショーシャンクには、また静かな時間が流れていた。そして、アンディの長年の友人であり、物語の語り部でもあるレッドにも、ついに変化の時が訪れるんだ。レッドもついにショーシャンクから、ああ、何度も却下され続けた仮釈放の申請が、ついに認められたんだ。40年という長い歳月をショーシャンクで過ごしたレッドは、戸惑いながらも外の世界へと足を踏み出す。だが、長い刑務所暮らしで社会から隔絶されていたレッドにとって、自由な世界はあまりにも変化し、不安で息苦しい場所でもあった。ブルックスがそうだったように、彼もまた、社会に馴染めず、絶望しかけてしまうんだ。レッドまでブルックスと同じように、そんなの悲しすぎるわ。アンディとの約束はどうなっちゃうの？レッドが希望を失いかけたその時、彼はアンディとの約束を思い出す。アンディが脱獄する前にレッドに託した言葉。メイン州のバクストン近くにある大きなカシの木の下に行ってくれ。そこに俺からのプレゼントがあると。レッドは最後の望みを託し、その場所へと向かう。そして、約束のカシの木の下、火山岩に隠された箱の中から、アンディからの手紙と現金を見つけるんだ。アンディからの手紙なんて書いてあったの？手紙には、アンディの今の思いとレッドへの熱いメッセージが綴られていた。レッド、覚えているか？メキシコのジワタネホって場所の話をしたのを。俺は今、そこにいる。小さなホテルを経営しているんだ。古いボートも買った。修理が必要だがね。そこに来て、俺の仕事を手伝ってくれないか。そして、こう締めくくられていた。希望は良いものだよ、レッド。多分最高のものだ。そして良いものは決して滅びないと。うわぁ。アンディらしい、力強くて温かいメッセージね。レッド、これで希望を取り戻せるわ。その通りだ。アンディの言葉に心を揺さぶられたレッドは、仮釈放の規則を破って、メキシコへと向かうことを決意する。バスを乗り継ぎ、国境を越え、ついに彼は、
太平洋に面した、太陽が降り注ぐ美しい海岸の町、ジワタネホにたどり着く。そして、青い海辺でボートを修理している男の姿を見つけるんだ。それは、紛れもなくアンディ・デュフレインだった。アンディ。レッドと再会できたのね。ああ、二人は言葉少なげに、しかし満面の笑みで抱き合う。長い長い苦難の道のりを経て、二人の友情は、自由の地で再び結ばれたんだ。この感動的な再会シーンは、希望を持ち続けることの大切さという、この物語の普及のメッセージを、私たちに強く、そして温かく伝えてくれるんだぜ。どんな困難な状況にあっても、希望を捨てなければ、必ず道は開ける。ショーシャンクの物語は、まさにそのことを教えてくれるんだ。総評またはまとめ。さて、レイム。ここまでショーシャンクの空の壮大な物語を振り返ってきたわけだが、改めて思うのは、この作品が持つ、時代を超えて人々の心を打ち続ける力強さだよな。本当にそうね。無実の罪で投獄されたアンディが、絶望的な状況の中でも、決して希望を捨てず、知恵と忍耐、そして強い意志で自由をつかみ取る姿には、何度見ても胸が熱くなるわ。ああ。アンディの不屈の精神はもちろん、彼とレッドの間に育まれた深い友情も、この物語の大きな魅力だ。互いを支え合い、ショーシャンクという過酷な環境を生き抜く二人の姿は、人間関係の温かさや大切さを教えてくれる。そして、やっぱり最後のメッセージよね。希望は良いものだ。多分最高のものだ。そして良いものは決して滅びない。この言葉は、どんな困難に直面しても、前を向いて生きていく勇気を与えてくれるわ。理不尽な暴力や腐敗した権力に屈することなく、人間の尊厳を守り抜いたアンディの生き様は、まさに自由と希望の象徴だ。この物語は、私たちに、人生のどんな局面においても、希望を持ち続けることの素晴らしさを、力強く語りかけているんだぜ。希望、友情、そして人間の可能性。本当にたくさんのことを教えてくれる、不朽の名作ね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。